山の中腹に形成された天坂の住宅地、これを歩いていますが、これから3回にわたって歩くのは天坂の住宅地の神というべき町、長崎です。今回はその初級編、東山と南山手を中心に歩きます。天坂の住宅地を歩く長崎編です。全国的に見てもですね、天坂の住宅地としては神の領域。この辺まだまだね、斜面としては低いところですけれども、この辺の住宅は明治20年代後半にまとめて建てられたというふうに言われています。そしてここにあるのが渇水女子大学、渇水学園ですね。さだまさしの歌にも出てきます、絵はがき坂。歴史を感じますね。レンガってのはいいですね。ここも石畳なんだ。手前の屋根は東山手の洋館部、向こうに見えている教会は大浦谷市道、その後ろがグラバー園です。南山手の天坂の住宅地。今日はですね、東山手から南山手の、古い住宅地のところを歩いて、その後山の頂上に向けて、山のてっぺんに向かって駆け上がっている、その後の時代に開発された住宅地、こっちを歩いて、まず初級編をまとめてみようと思っております。長崎はですね、原爆が投下された町としてよく知られてますけど、広島は平らな土地なんで、かなりの広範囲にわたってその爆風で建物が壊れてしまったんですけど、長崎の場合はこのようにですね、非常に長崎は地形が激しい、起伏が激しいところなので、その山陰に隠れたところっていうのは爆風の影響を受けなかったんですね。ということで、意外にも原爆が落とされた町なのに古い建物がよく残っています。で、あそこに見えている緑のとんがり屋根のところが大浦天主堂で、その後ろに斜めの登っていくような装置が見えると思うんですけど、あそこがですね、グラバー園の車高エレベーター。グラバー園は南大和の洋館群の一角をテーマパークとしてですね、囲って建物を保存して観光施設として公開してるんですけど、見事にひな壇状に、住宅地が作られてるんですね、これ。この洋館群は明治20年代後半に社宅または賃貸住宅としてまとめて建設されましたって。社宅、賃貸住宅なんだ。市電の終点、石橋の駅からちょっと入ったところですね。グラバー園のスカイロード。これはタダで乗れるんだ。
5階です。あ、すげえすげえ。これだこれだ。ああ、いいじゃないですか、この眺め。いやー、これですよ。これが天坂の住宅地、神と言われている長崎の町です。川のように見えるのがあれは海です。長崎港、どんどん陸地を埋め立てていったので、港の幅が狭くなってしまっていますけど、そこがね、長崎港の港です。で、なんか丸いオレンジ色のボールみたいなのが、球が乗っかっているところがあると思いますが、あの辺りがフェリーターミナル、五島列島なんかに行くフェリーターミナルがある場所で、その奥っていうのかな、に駅があります。昨年新しくなったんですかね。駅が新しくなって、新幹線の駅も今できつつあるということです。で、この右側に山があります。山の斜面に住宅地がありますが、あの山のですね、手前に伸びている尾根、その尾根をずーっと降りてきたところが、いわゆる長崎という岬になっていて、その手前側、要はこう見下ろしたところっていうのはほとんど海だったんですね。そこを、江戸時代に出島ができて、その後明治になって埋め立てていって、どんどん平地の町ができていったと。それまでは基本的には、中島川という川の周辺にしか低地がなくて、そこに低い地の町ができていて、住宅地は斜面にあったということで、その斜面はどんどん、明治大正昭和と拡大していったわけです。で、ここに丘の上に建物が、白い建物がいっぱいあります。あの辺りが活水学園で、その活水学園があるところが東山手ですね。その下にさっき歩いてきました東山手の洋館群があります。で、この右側ですね、この斜面、ここに住宅地が駆け上がっていっています。これは最後に行きます。その最初に町ができましたという岬から山の方に登っていった斜面、この辺りが立山町というエリアでありまして、駆け上がった住宅地の中での中級編です。高低差200メートルに及びます。その山の左手は浦上ですね。浦上天主堂があるところであり、原爆投下がされた爆心地の場所になります。この港の方から東山手にこうずーっとターンしてきまして、その後ろにもさらに住宅地は駆け上がっております。いやー、すごいですね。あの辺り田上っていうエリアかな。あそこも行きたいんですけどね、行けるかな今日中に。ちょっとね、ここから見えなくなっちゃったんですけど、電波塔が立ってるとこが稲佐山で、稲佐山は港の向こう側、西側になりまして、あちら側は基本的には三菱の長崎造船所がある町です。その三菱の造船所の工場の裏山にやはり駆け上がった住宅地があります。これはこの旅の最後、上級編で歩いていきます。あそこにもエレベーターがあるんだ。これを乗り継ぎで行けってことですね。猫ちゃんがたくさん。そっか。グラバー園やってないんだ。閉館。
しょうがないね。グラバー園がやってないということですから、今ここですよね。グラバー園のちょっとこっちからぐるーっと回って、この辺りの町ですね。園外ですけど、南大和の住宅地を歩きます。長崎造船所の、所長宅というかですね、それは最初は造船所の中の本館のすぐ近く、千松閣という建物今でも残ってますけどね、そこに、それが所長宅で、その後もですね、あちらに社宅があったんですが、こっちから船でですね、通っていたというふうに言われています。ここは、南山手の、グラバー園の外側の町、ここにもね、古い洋館が残っています。この建物は確か病院じゃなかったかな、向こうだったかな、向こうの建物でしたかね。ゆずりは病院。そうだね、ゆずりは病院。ゆずりは病院別館旧レスナー邸。なんだこの建物は教会？違うか。ここにレンガ造の大きな洋館があります。森トラストが管理してるみたいです。ホテルにするのかな。階段が一直線に伸びてるんですよね。縦道が。いわゆるひな壇状に作られた住宅地。これだ。どんどん坂。一直線に重工の本館に向かってますね、これ。こちらのお宅も古いのかな。煙突があるからね。暖炉も煙突がありますし、この石垣なんかも、石垣石塀なんかも古いですよね。あるね、ここにも。あそこもバルコニーのある洋館。こういう排水溝なんかもちゃんと残ってますね。今排水溝ですよ。フール坂。そうそう。長崎の街を歩く時の一つのポイントがあります。この階段に白い印打ってありますよね。これ黄色もあったと思うんだけど、このね、印が打ってあるところは抜けられる道です。これ以外の道は行き止まりになる可能性があります。覚えておくといいと思いますよ。行き止まり？ダメじゃん。こうなります。白い線が入ってない道を登るとこういうことになりますんでね、
自分で説明しといて間違えてます。うん。はい、ここに白い線が入ってる階段があるから、これはいけるでしょう。あ、こっちにもあるの。どっち行く？悩むな。ちょっとこっちの方が良さそうだな。抜けれるのはいいけど、横道がないじゃないか。あった。これ横道だ。おお。あ、すげえ、あそこの造船所。いい眺めですね。ここで標高がどれぐらいかな？この辺りでですね、標高が100メートルぐらい弱かな。まあ、ここも細くなっちゃって心細いんですけど、白い印があるんで大丈夫でしょう。おー。あるじゃん、これ猫カフェがここにも。まあね、これでもね、十分すごいんですけど、初級編ですからね。物を置くな。あの山の上の住宅地は、ね、高岡かな。あっちの方に行ってみましょう。南山手の丘の北側にあたります谷、出雲町というところを歩いております。これをずっとね降りていくと、市電の終点である石橋駅にたどり着くんですけど、これね降りたところにね、かつては遊郭がありました。向こうに行きたいんですけど、一回谷を降りなきゃ無理ですね。これを渡ると谷の反対側だ。こっちは大浦東町。はい、あそこに登ってきます。はい、白い階段ありました。ポストがあるぞ。あちら側が出雲町。日の出町。よいしょ。横道だ。ここにね、金網のついたなんか装置があるでしょう。これ何かというと、ゴミを出すとこです。基本的に坂の上から一軒一軒ゴミを運んで、ここに指定された日にゴミを出すようになっているようです。ね、常設しとくと邪魔になっちゃうんで、ああいうふうに組み立てられるようになってるんですね。今ね、どこから縦道入ろうかちょっと迷っております。正面に駆け上がってるね。でこれね、バイクがいっぱい置いてあるんですけど、それはこの上の、こっから上の人たちが降りてきて、こっからバイクに乗って出かけるということです。ですからこの横道っていうのは、ここから上の人たちの共用部ということですね。
おお、来た。あそこだ。また車道出ちゃった。あそこに登ろう。しびれますね、これは。見るだけで。行くぞ。椎の木。椎の木川。はい、白い道。あ、これ沢だ。谷だ。谷だ、谷だ。川がね、水害で雨が降るとすごい大量の水が流れるんで深くしてありますね。さて、これを登っていくか右に行くか。右にもある。これも白い道かな。白いね。うわ。お、車道に出た。よいしょ。よいしょ。ああ、でもこの上にまだ続いてるわ。上まで行ってますね。あれ登ってみようかな。あ、これ。こういう風に組み立ててね、ゴミ置き場を作るんです。さあ、どうだ。どの道が行ける？白い道あった。これだ。白い道。あっちも駆け上がってます。行きません、あっちには。うわ。張り出してます。張り出してます。よいしょ。張り出してます。これいけねえか。これが頂上かな。ほぼ頂上だね。うん。はい。対岸の斜面上集落。まだまだ上に駆け上がってます。そしたら、ここからですね、関内町の方に山の上を歩いて移動しましょう。この辺りはですね、墓地が多いです。右も左も墓地。ここからね、中新町の方に登ってってみましょう。ね、白い道だから行けるはず。墓地だ。墓地に出ました。さだまさしさんに言わせると、長崎は坂墓バカと言ってですね、坂が多くて墓が多くてバカが多いっていうふうに、地元出身のまさしさんが言ってましたけど、私はそんなこと言いませんよ。
すごい眺めですね。またまっすぐ行くとお墓で、こっち白い道。ちょっとこっち行ってみようか。行き止まっちゃうかもしれないけど。ねえ、石畳があるし、下水ですかね、長崎の。行けそうですね。お、続いてる。いいぞ。白い道だ。大丈夫です。いやー、すごいな、これは。これ非常にね、高いんですけど、稲佐山の斜面の住宅地はほぼ同じような高さかな。やっぱり、立山町の方が高いね。中級編。県会館。東神屋敷跡。レンガ造りですね。裸眼かな、これ。元禄2年1689年に中国人の居留地として整備された東神屋敷が関内町ですね。今の関内町。この絵図は1800年頃の東神屋敷を示した絵図が現在。福建会館がちょうど真ん中あたりなのかな。春節。あ、門があるわ。ゲートがあって、こっからが東神屋敷通り。センターロードですね。あ、この道だ。この道は代表的な関内町の道です。浜坂の住宅地を歩く長崎の初級編をお届けしました。オランダ坂から始まって東山手、南山手、そこから、斜面の上に駆け上がっていった出雲町、東山の後ろの方をぐるっと回って関内町のところに降りてきました。歩いて2時間ぐらいかな。2時間から2時間半。グラバー園がもし開いてたとすると4時間コースってとこですかね。初期編をこれで終わりにします。
次回は立山町周辺の中級編をお送りしたいと思います。